こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。1月19日日曜日、時刻は昼の3時を回りました。いやー、本当に時間が経つのはあっという間ですね。で、この動画の他に、実はもう一本違う動画を撮ってたんですよ。違う場所でカメラを置いて動画を撮ってたんですけれども、なんだかね、ちょっと感覚が鈍ったというか、どんな風に喋ればいいんだろうってなんかそんな風に思って、何回もね、撮り直したんですよ。もう一回撮ってみようかなって思って、それで撮り直しては、で、一回止めて削除して、撮っては消して、撮っては消してっていう感じで、もう何回撮り直したことか、もう10回ぐらい撮り直しましたね。もうさすがに、そのたんびにね、その度にまた一から話さないといけないし、また話し始めるというか、もうそれがすごくもう面倒で、で、ようやく一本の動画を撮り終えることができたんで、まあそれは、後日公開すると思います。もしかしたらね、この動画の前にアップロードするか、もしくはこの動画の後に公開するかはわからないけれど、何かするにしても、ある程度期限を決めないと、それに向けて行動しなくなっちゃうんですよね。ここら辺はちょっと難しい部分ではありますし、まあ、どんな風に継続していくべきか、まあ、どんな風にしてその自分のやるべきことやなすべきことに対して取り組んでいけばいいか、まあ、これについては今も僕の中のその課題といいますか、どうやって対処していけばいいか、全然、わかんないですね。今も悩まされているところではあります。今日話す内容なんですけれども、特に決めてないですね。なんかあらかじめテーマを決めてから話をする。何か発信したいことや何か扱うべき話題について、ある程度準備を整えてからやるのが当たり前だと思うんですよね。基本的にそうだと思うんですよ。それは分かります。ある程度その計画を立てて、で、自分の話したいことについてある程度その箇条書きにしてこうまとめたりとか、まあ最低限準備が整ってから、いざこうして話をする。まあ大半の人はそうやってると思うんですよね。ただ、僕自身はもうさっきも言ったようにすごい面倒くさがりで、なんかすごい飽き性なんですよね。やってる最中になんかつまらなくなったりとか、今までやってきた仕事もそうだけれど、すごいもう飽き性で、なんだろうな、長続きしないんですよ。で、この他に僕自身マルチタスクがすごい苦手でして、なんかいろんな情報が飛び交う中で、で、複数の全く異なる作業を同時進行で進めるっていうのが、どうしてもできなくて、これについては過去に、まあ、いろんな仕事をしたというか、まあ、いろんなバイトをしてきたことはあるんで、振り返れば、もうかなり悩まされましたね。いやー、ほんとに苦しかった、その当時を振り返ると。もう何をやってもうまくいかず、もう仕事を覚えるのもすごい一苦労、新しいことを覚えるのにすんごい時間がかかるんですよ。もういろんな、情報が飛び交う中で、もう一個一個のそれぞれ異なる情報を理解するのにものすごい時間がかかったりして、めちゃめちゃ大変でしたね。ほんとにもう苦労しました。ま、多分これについては、僕以外に悩まされている人はいるかもしれないですし、それこそ、なんか複数の全く異なる情報を理解するのに、すごいこう苦しめられてるって言ったらあれですけれど、もうどんな風に、対処していけばいいんだろう、どうやったらこう、うまくこなせるようになるんだろうっていう風に思い悩んでる人はきっと、いると思うんですよね。特に日本の場合は、まあ、減点主義じゃないですか。で、完璧主義の、もうその減点方式で、何でもかんでも評価する、それで、ダメ出しをする風習が今も根強いと思うんですよ。その100点満点であることを、基準に1個でも2個でも何かダメなところがあったりすると、もう即減点されるんですよね。ということは、今仕事をしてる人だったり、まあ、何かその勉強に励む人もそうだけれど、その常にマイナス評価されることに対して怯えながら日常生活を送るのって、俺すっごい苦痛だと思うんですよね。多分それが原因で、この日本における幸福度というのはものすごく低いと思うんですよ。だから誰にとっても
なんだろう、よりいい結果にはならないですし、その減点される側にとっても、減点する側にとってもそうだけれど、誰も幸せにならねえんじゃねえかなと思うんですよね。減点方式での評価制度、そういう完璧なものばかりを求める風習であったり、あとはなんだろうな、便利すぎるものが当たり前であること、もうそれが当たり前だと思い込むがために、もうどんどんその、過剰な要求ばかりを繰り返すわがままな人は、今もたくさんいるんじゃないかなと思うけれど、まあ、そういう人たちの言うことなんてもう気にしなくていいんですよ。てか無視していいです、別に。そんなに嫌だったら、もうさっさとその場から離れればいいし、それ怒るってことは、それだけ期待している証拠なんですよね。中途半端に期待を寄せすぎるがあまり、その期待に応えれなかったこと、そう自分のそう思い通りにならなかったことに対して、激怒する、それで怒りをぶつける人ってたくさんいると思うんですけれど、ぶっちゃけそういう怒りは無駄だと思ってるんで、そうやって不満をぶつけることであったり、他人に対して意味もなく暴言を吐いたりとか攻撃をするような行為というのは、もうそういうのってもう控えめに言っていい気分にはならないですし、それ暴言を吐いた側にとってもただ不愉快な出来事しか残らなかった、もうそういう結果にしかならないと思うんですよね。多分そのことについて気づかない人ってたくさんいるでしょうし、まあ僕もね実際にその仕事の場面でそのしょっちゅう怒られていた時期はあったけれど、まあ、そういうのについてはなるべく、言葉を選ぶようにすること、そう言葉の選び方一つでまあ、励まされることもあれば、怒りをぶつけられて、それで傷つく人もたくさんいるでしょうから、その言葉の選び方一つで印象が大きく変わるんで、最近は、まあ、そういう言葉遣いに関しても、最低限気を使うようにしてますね。なんか一方的にその個人的見解をこう強く押し付ける人っているじゃないですか。俺あれすごい迷惑なんですよね。ツイッターとか、まあ、インスタグラムとか YouTube、まあ、何でもそうだけれど、そのネット上におけるそのコメントか何かで、よく言われませんか？なんかこうあるべきですとかさ、こうするべきですみたいな、いきなり現れてはダメ出しのオンパレードでひたすら暴言を吐く人であったり、まあ、誹謗中傷っていうわけじゃないけれど、なんだろうな、別に聞いてもいないのに、いきなり上から目線でアドバイスをする人とか、その上から目線で何かを言ってくる人いると思うんですよ。そういう人の心理的な側面で見ると、自分以外の誰かに対してダメ出しをして、そうやってなんかいろいろ教えてあげることによって、自分の優位性を示したがる。そうやって、快感を得てるのかなって思うかもしれないけれど、控えめに言って相手にするべきでないと思ってますし、別に聞いてもいないのにそんなアドバイスとか何かそういうのを言われたとしても、何一つ心に響かないんですよね。まあそこら辺については、まあどう捉えるかにもよりますし、どんなことを言ってくるかにもよりますし、まあそこら辺の考え方や価値観はまあ人それぞれなんで、まあここではあまりどっちが良くてどっちが悪いかっていうのは断言できないけれど、なんだろうな、お互いその敬うこと、お互いリスペクトし合うことがとても大切だと思うんですよね。だからそれができない人って意外と多いですし、なんか自分の考えが全て正しいんだとか、もう自分こそがルールなんだみたいな風に殿様気取りでというか、もうすごい上から目線で何でもかんでもそう独占したがる、支配したがる、そうやってなんか強く押し付けたがる人っていうのはいるかもしれないけれど、もう控えめに言ってそういう人とは距離を置きましょう。もう相手にするべきでない人ですし、あとはまあ控えめに言って悲しい人です。そういう人ってのは。まあそういう人ほどいろいろなんか暴言を吐いたり悪口を言ったり、なんか他人に対して、ああだこうだ文句を言ってくるのかもしれないですし、そうやって言い争いをしてはなんかそれで、最終的には警察沙汰になったりとか裁判沙汰になったりとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、そんな争いを繰り返したところで、何一ついいことは起きないし、誰一人として幸せにはならないし、まあいずれにせよ、もうデメリットしかないんですよね。まあ、そういった言動を繰り返す人であったり、そのひたすら攻撃を繰り返しては、その短期的に物事を考える人っていうのは、もうそれだけ損しているわけですよ。もう今までにもそういう人を何度か目にしてきたわけですし、
まあ誰とは言わないけれど、第三者の人間と言い争いをして、なんかこういう喧嘩をしてきたんだみたいな感じで、それであたかも武勇伝のような口調で、話をしたがる人っていると思うんですけれど、俺すごいそういう人ってなんだかかわいそうだなと思うんですよ。で聞いているこっちもすごい地獄なわけですし、まあ、今までにもそういう反面教師的な人は何度か見たことはあるんですけれど、もう静かにもうフェードアウトするようにしてきましたね。もうシャッターを下ろすというか、もう静かに距離を置いて、もうその場から離れる。もう波風を立てないこと、もう下手に言い争いをしないことが大切だと思ってるんで、基本的に大人ってまず喧嘩売ってこないんですけどね、そんな暴言を吐くような人はいないわけですし、まあ、いずれにせよさっき言ったような特徴の人たちっていうのは、まあ、全体的に見たら多分少数派だとは思うんですけれど、もし身近にそういう人がいた場合は、まあ、なるべく、波風を立てず、もうその場から静かに離れることをお勧めします。中途半端に言い争いをしては、それでなんかお互い傷つけ合うような言葉をぶつけ合っては、なんか殴り合いの喧嘩をしたところで、もうどっちにとってもおいい結果にはならないわけですよ。本当にもう不愉快な気分しか残らないですし、人生、後になって振り返った際に、もう中途半端なことで争いをしてしまった。あんなことを言わなければよかった、あんな争いを起こさなければよかったっていう風に後悔することがほとんどなわけですよ。もうどんな人であれ。なんで自分はあんなしょうもないことで人を傷つけてしまったんだろう。あんなことでまあ、あんなその些細なことで人を傷つけてしまったのか、攻撃してしまったのか、まあ多分そうやってね、気づいた時にはもう時すでに遅しっていう感じで、いろいろ後悔する人は、そりゃいるかもしんないけれど、そこら辺は人間ですので、まあ何かあった際、何か失敗したことや過ちが起きた際は、それを素直に認めて、それを次の糧にすること、その次のことに向けて反省するというか、まあ、自戒も込めて、なるべく、こうしないように十分注意しようとか、まあ、十分、配慮するように心がけようっていう思いが芽生えるのであれば、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いつまで経っても一度過ぎたことはもうどうにもならないですし、一度過ぎた時間っていうのはもう元には戻らないんで、ね、何かやらかした際はもう素直に認めて、もう次に向けて、もう次のことに向けて、もう行動していくしかないんですよ。もう自分のペースでもう一個ずつ積み上げていくこと、もう自分のペースでもう進み続けるしかないんですよね。もうそれが人生ってもんですよ。まあ、大なり小なり、いろいろ思い悩むことはあるかもしれないし、僕だってそりゃ、ね、そのメンタルが安定しないことであったり、気持ちが塞ぎ込んでしまったり、その仕事で全然うまくいかないこともあっては、もういきなりその暴言を吐かれては、それで、へこむこともそれあるけれど、家に帰れば大抵のことはどうでもよくなりますし、まあ、それこそ自分のその趣味であったり、何か好きなことをして、それで、まあ、ある程度その気が紛れるんであれば、それはそれでいいし、まあ、どんな風に生きていくかは、まあ、人それぞれなんですけれども、必要以上に他人に対して攻撃しないこと、妬みとか、その嫌がらせとかそういうものは、もう本当しょうもない次元の話ですので、もうそういった行為は一切やらないようにしましょう。まあ、それを無意識のうちにやる人もそれはいるかもしれないし、一番厄介なのは、そのどれだけ自分がその失礼な言動を繰り返しているか、どれだけ他人に対して攻撃をしているか、どれだけ自分が悪い行いをしているかっていうその自覚がない人もう世の中には一定数いるわけですよ。そういう人の方が一番たちが悪いと思ってて、まあ言い換えるなら腐ったリンゴみたいに、もうどうにもならないんだろうなと思ったんですよ。一度腐ったリンゴって、もう元には戻せないですし、で、その腐ったリンゴを放置していると、周りの新鮮なリンゴも同じように腐ってしまうんですよね。まあそうならないためにも腐ったリンゴは早い段階で取り除いて、もう新鮮なリンゴだけを残して、それを市場に送り届ける。まあそういう風にしていけば、まあ経済もより良い形で回っていくでしょうし、まあ、風通しも良くなりますし、まあそうやって不要なものはなるべく
取り除くことで、自分にとって不快だと感じた人、そう不愉快だなと思った場合や、なんとなく自分の中で合わないなとか、今一つその好きになれないというか、こう仲良くなれそうにねえなとか、性格があんまり良くねえなこの人っていう風に思った場合は、もう無理せず、もうその場から静かに離れましょう。もうなるべく相手にせず、もうのらりくらりともう交わすような感じで、あ、そうですか。ああ、そうなんだ。じゃあ失礼しますって感じで、そうやってもうその場から離れることをお勧めします。いくら言い争いをしたとしても、どれだけ正論を述べたとしても、どうせ相手は話を聞く耳すら持たないし、理解する気もないし、話を受け入れる気がない人も世の中には一定数いますんで、そういう人とは極力相手にしないことですね。それが大切です。っていうわけで、今日もこんな感じで、ありのまま思ったことについて雑談形式で、話をしてみたわけなんですけれども、いつも僕の動画を見てくださっている視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。というわけで、ちょっと手が冷たくなってきた。そうっす。ちょっと寒くなってきたんで、というわけで、そろそろ時間ですし、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。